第4セッション、最後のセッションになりました。本シンポジウム締めくくりの対談は、学びの自由と自己デザインへというテーマです。いかに主体的な学びを追求していくかということについて、本日いらしていただいたゲストの、お二方の組織というのは、典型的な試みをされています。まず、中央の、大沢先生、都立の小学校の先生ですが、現在は本学附属世田谷小学校で、教えておられます。で、世田谷小学校の今の研究目標は、自分で自分の学びをデザインする子供を育成すると。子供が自分自身の学びをデザインできるようにするということですね。大人がデザインしたものをこなしていくっていうことでは、から脱却しましょうということです。で、その方法として、自由な探求であるラボ活動を、カリキュラムの中心に据えていくというふうに、今度は大人が学校を再デザイン、リデザインしようとしています。それから、向かって右側の野村隆一さん。野村さんは、マナイという教育機関を率いておられます。Institute of Science and Technology。マナイというのは、科学技術研究に没頭する中学、高校生活を実現すると。そういう教育機関なんですね。国際的なネットワークや専門機関の協力を得て、生徒が、10代の生徒が本格的な科学研究に没頭する。普通だったら、大学院行きなさいよと言われて、何年も経ってから初めて体験可能になるようなことが、もう10代の段階で没入するというチャレンジをされているという、ことなんですね。で、これ、初等教育と中等教育という違いはありますけれども、いずれも子供の可能性、子供の願いっていうものを最大限に信じているっていうことが、見事ではないかと思います。本対談ではぜひ子供が主体的になれる教育の、一つの究極の姿を、議論していただきたいなと思います。それでは、まず最初にですね、野村さんの方から、学はい、びの試みをご紹介いただきたいと思います。はい、じゃあスライドで、自己紹介方々、我々の組織の説明をさせていただきたいと思います。我々マナイはですね、一つの共同体として、活動しておりまして、科学技術に関する研究及びそれの、応用に取り組む中高生、メイン高校生なんですが、それの研究を支援するということを目的として、彼らの研究の環境を、提供するということを我々の活動としていますと。4つの大きな活動の柱からなっているんですが、サマープログラム、スプリングプログラムというところで、春だったり夏にですね、合宿型の形で世界中から研究に取り組む中高生に集まってもらってですね、そこで実際に研究を1週間10日でするという活動をしていますと。で、あとですね、メインの活動になるんですが、インスティチュートというところで、常設、東京都市外にですね、常設の施設がありまして、そこで今現在20名ほどの生徒がですね、そこで研究活動をしておりますと。で、それをメンタリングしたりですね、研究の環境を一緒に作って研究を進めるということをしていますと。で、あとはマナイの、生徒に限らずですね、研究助成をするマナイグラントというものだったり、あと中高生に限らず広くですね、研究、科学に限らずですが、周辺知識も含めてレクチャーだったりワークショップを提供するマナイセミナーというのを、常時やっているという形で、ちょっと一つ一つ説明していきたいと思うんですが、ちょっとまず動画でですね、百聞は一見しかずというか、シーズンサマープログラム、スプリングプログラムの様子をですね、ちょっと2分ちょっとの動画にまとめてあるので、これまず見ていただきたいと思いますと。こちらですね、ちょっと説明しながら見ていただければと思うんですが、沖縄のですね、オイストというですね、大学院大学と連携して、アジア中心世界中から、生徒を募集して、彼らに10日間でですね、実際研究テーマを持ってもらって、研究をするという活動を、した、ものですと。
実際集まってグループを組んで自分たちでこう仮説を作って研究テーマを決めて、我々だったりこう人の研究者との連携の中で研究を進めて最終日にこうプレゼンテーションする。っていうようなところをやっていて、我々こうマナイの特徴、強みとして、やっぱりこういろんな研究機関、大学、企業、研究所を含めて、との連携の中で生徒の研究をブーストするっていうことが、我々の特徴でもあるので、それを端的にやっているのがこういったこう季節、サマープログラム、スプリングプログラムというものとなっております。今はやっぱりこうちょっとコロナ禍の状況もあって、この活動がちょっと今ストップしてはいるんですが、今後オンラインの組み合わせも含めて、どうやってこう世界の子たちと、こう研究していくかっていうところが今正直模索しているところではあります。最終日プレゼンテーションをしてですね、施設の人の人間だったり、協賛をしてくれてる企業だったり、研究所の方の前で、自分の研究をして、研究、このプログラムの後はみんなこう自分の国に帰っていって、また自分の研究をしたり、大学でまた会ったりっていうような、割とこう世界にこう散らばったネットワークっていうのを絶えず拡大しているっていうのが我々の強みだったり、やってることの、コミュニティ作りってところかなと思います。で続けて、常設のですね、インスティチュートというところの、様子が、これはスライドショーなんですが、今ですね、20名ほどの生徒が我々のところで、研究を、しておりますと。で、我々のところだけ通っている生徒もいれば、他の学校との掛け持ちで我々のところに来てるっていう子も、そっちの方が実は人数が多くて、我々のところを学校として使っている子に関しては、我々がこう海外の実は高校と連携をしていて、海外の高校卒業資格を通信教育で取るという形で学校として利用している子もいるので、我々をよくこう学校として紹介してくださるメディアの方なんかもいるという状況です。で、どんな人たちが集まっているかっていうと、やっぱりこれ自分で研究をもうすでに持っている子たちで、研究をやってるんだけど、それをサポートしてほしいと、こんな研究をやってみたいんだけど、それを実現させたいっていう子たちが集まってきていて、なんか何かを勉強したい、何かを学びたいっていうよりは、実際の研究を進めたい。で、学ぶとしたら研究を進める中で学びたいっていうような、そういった意識の子たちが、多いかなと思っておりますと。で、実際何やってるかっていうと、我々がメンターがメンタリングをしたりですね、設備を使って、我々のところにある設備を使ってもらったり、我々と連携している企業の設備を使ってもらったり、あと研究に費用を我々でこう補助、助成したりですね、あと我々がこうワークショップ、レクチャーという形で、基礎知識にあたる部分だったり、どんな研究にも絶対必要な知識ってやっぱりあるので、そういったところを、授業として提供したりということをやっていますと。で、なんか、一貫して我々が持っているこう、哲学というところなんですが、基本的に、好きなことに没頭しましょうと。で好きなことだけ、やっていれば、それをやっていく中で周辺の知識だったり基礎知識っていうのは自然に身につくので、これを勉強したら将来役に立つかもしれないとか、将来のためにこれをやっとこうっていうのは、正直我々としてはそこは重視していないところがあります。とにかく好きなことだけやりましょうと。それが一番学びの最適な方法ですっていうところが、一貫した哲学であるというところではあります。で、これはちょっと説明したところなんで、我々ってこういうものですよだったり、こんな子たちが来てますよっていうところだったり、今何やって、我々が提供しているものってこんなことですよっていうところですと。で、あとはちょっとこれ具体的なところなんですが、我々その入学試験みたいな特になくて、企業の、トライアルみたいな形で、戻りますね。トライアルみたいな形で3ヶ月間お試し入学をしてもらうんですね。で、そこで一緒に研究をして、お互い我々としても、これちょっと続けるのは厳しいかもねっていう、もうちょっとこういうことをして、こういう気持ちになってからもう一回来てねっていうふうにして、タイミングをずらすこともあるし、生徒の側から、実は研究ってそんなに考えたのと違ったって言って、一旦こう距離を取ってくれることもいるし、そういった形で入学試験というよりも、一緒に一回やってみて、試用期間みたいなもので参加を、決めてもらうっていう形を取っているのもちょっと変わっているところかなと思います。今ですと送りをします。
で、あと細かい特徴なんですが、掛け持ちして、くれることも全く構わないですし、高校卒業資格を海外のものですが、ここで取ってもらうことも構わないですし、あとは学費というのは我々徴収していなくて、基本的に我々と連携している企業さんだったり、研究所さんからの支援でやり続けているというところです。で、今、ちょっともう一度しつこく我々の哲学を示した後で、実際じゃあ我々の生徒が最近どんな活動をしているかというところで印象的な子なんですが、この生徒はですね、イモリの再生に関わる遺伝子の突き止めっていうのに今取り組んでいて、あの再生遺伝子っていうのはまだ分かっていなくて、それが心臓の再生に関わる遺伝子だけは分かっているんだけどっていうところで、手の再生の遺伝子を突き止めると。で、これが分かるようになると、狙ったものを再生するのに、コントロールできるようになるっていうことなので、高校生がやってることとしては十分すごい先を言ったことをですね、やっていて、この冬にシンガポールの、高校生の学会で発表する予定ですと。流行りの PCR を分回している高校生になります。あと、これが最近の取り組みなんですが、我々のところのチームがですね、JAXA が主催する、宇宙をテーマにしたプログラミングの、国際コンテストに出てですね、基本大学生、大学院生が出場チームなんですが、高校生チームがまず日本で優勝して、国際大会の方に10月のこの前頭にですね、出て、そこでも優勝してしまったというですね、しまったと言って私すごい驚いてるんですけど、っていうようなですね、こういったコンピューターサイエンスだったり、データサイエンスという部分でも、もう本当没頭して、頑張ってくれているというような活動結果が出てきていますと。で、あと、活動の細かいところとして、グラントという、東京にいる子だけじゃなくて、海外も含めて、マナーで授業を受けたり、一緒に研究はできないけど、サポートしてほしい、具体的に言うとお金が欲しいだったりですね、アドバイスが欲しい、先生とつないでほしいっていう子たちを、つなぐだったり、サポートする活動も、していたり、あと、セミナーというところで、これ小学生も含めてですね、我々が提供できる、基礎知識だったり、レクチャーみたいなものを、月1回か2回のペースでやっていて、例えばタイトル出てるんですが、イグ・ノーベル賞を一緒に楽しんでみようだったり、一緒に宇宙探索をデジタル上でやってみようだったりですね。で、割とすごい文系的というんですかね。もうちょっと教養的なもので、哲学対話っていうのをここに書いてないですけどやったりですね。こういったレクチャーというものも提供したりしていて、やりたいこととしては、その学校を作るというよりも共同体、科学で世の中を良くするとか、科学を楽しむっていうことができる人たちの共同体を作ってそれを拡大するっていうのが、我々の試みではあるので、ぜひぜひお見知りおきいただければと思います。以上です。ありがとうございます。ちょっと質問してみたいと思うんですけど、まず素朴な疑問といいますか、質問なんですが、なぜこれを始めようと思われたんでしょうか。なぜこれを始めると、やっぱものを、高校生の研究って、実際の研究からやっぱすごく、離されちゃっていて、言い方ですけど、研究ごっこの形で、それって教育っていう名のもとに、これは教育だからって言って、高校生が、ガラスの天井を突きつけられた状態でやりきれてないっていうところが、すごくやっぱもったいないなというところがあって、で、そこはなんとかできる、だろうと。というところで、研究を盛り上げるっていうのを含めて始めたのがわけです。はい。理科サークルだとか、あの、例えば物理コンテストとか、そういうなんとかコンテストは、ある一定期間ですね。そういうのはあるけれども、例えば囲碁であれば、もうずっと囲碁やってる、もうシステムがやっぱり世の中にあるし、で、そういう中で若くって優れた人が、もう目の当たりに我々目の当たりにするんですよね。それと同じように、やっぱり10代でも科学研究っていうのは、もう、本当になんていうの、アトムの、博士みたいな、老練な人のみ許された世界っていうんではなくて、若くって、直感が鋭い人が、新たなものを見つけるとかっていうことが、可能になっている。そういった意味での存在価値もすごく高いと思うんですね。それと、やっぱり、伺いたいのは、海外の高校の卒業資格を取れると。これは、いろんな科目の通信教育をするっていうことですか？おっしゃる通りです。はい。
はい。通信教育で、それこそ歴史もあれば、うん。ランゲージ、言語もあったりして、うんそういったものを通信カリキュラム単位を取って、うん。高校卒業資格は資格として得て、で学びに関しては主に我々のところで学ぶっていう形で、はい。ある意味、資格と学びを分離させた形になると思います。うん。資格と学び、資格のためにって言うとおかしいけども、やっぱりそう基礎的な学習っていうのも抑えつつ、そうですね、そこはやっぱりニーズというか、え必要なものではあーるので、はい。それでもやっぱり動機は科学研究であり、はい。大学に行ってさらに科学研究を深めるぞはい。ということがもう本当にメインになそうですね、はい。っているということはい。ですね。ありがとうございます。それでは今度は大沢先生に、はい。はい、世田谷小学校の、紹介方々、だいぶ哲学のお話が入るようですけれども、お願いします。では、改めましてよろしくお願いします。学芸大学附世田谷小学校の大沢と申します。では、プレゼンの方をお願いいたします。本校の、子ども間学習館として、中心にこれがあります。子どもが文化創造できる。で、子どもの好奇心、探求心に根ざした学びを創造するっていうのが、これ中心にある中で始まったのが、この子どもが、学びをデザインするっていう発想の研究です。じゃあデザインって何なのかって考えたときに、自分の目標を達成するためにどうしていくかっていうことが出てくるんですけれども、学校じゃ問題解決をしてるじゃないかっていうと、でも与えられた問題であっては、あれはプランであってデザインではないと。デザインっていうのはそもそも目標すらも書き換えながら更新してリデザインもしていく、その未来志向性を含んだものっていうふうにトライをしています。ですから、そこの中で我々はその学びをデザインする子を実現するために、本校の中にラボラトリーという活動を入れようというふうな話になりました。それはもうプランではなく、デザイン、ここアートとあるんですけれども、デザインは目的に向かって組み上げていくもの、アートというのは自分の情動に従って表現していくものという区分けがあるので、そこの分断に関しては今話し合っている途中ではあります。ただ重要なのは、枠組みがあるからやるのではなく、必要だからやる。先ほどのね、マナイさんのお話もあったんですけれども、好きなことだけそれでいいに近い思想としてはあると思います。ですから、自分のデザインのプロセスであったりとか、ビジョンを創出していくことに浸ることに価値を置いています。ですから、学校のデザインとして、この3点で組んでいます。クラスというのはですね、これまでの学級という意味ではなくて、科目という意味で捉えていただければと思います。これは単純に子供が自分から得ることのできない知識や世界に出会うことで啓蒙されるもの。で、ホームというのが、これ学級を解体して、1年生から6年生までで、すべての学年が異年齢で混ざった場所で居場所で過ごす場所。ここでは社会的な構成を学んでいくということですね。で、ラボラトリーでは単純にもう自分の学びを作っていく、好きなことに没頭していく。この3つを駆動させていくことで、自らデザインする子っていうのを育てていこうというのが我々の考えです。ただ、ここで教育における学び観、なぜこの思想に至ったかっていうところの前提をお話していくとですね、ある程度、この学びっていうのは変わってきた時間の変遷があります。資料最初の時には遊ぶっていうことが始まり、ただ農耕や国家や、工業が始まった時に、学校っていうのが生まれてきた。そこでは効率的に知識を埋め込むっていうことが最重要視されていて、今のような学校システムはその背景で出来上がっているわけですけれども、近年言われている通り、情報化世界であったりとか、ソサエティ5.0の中で、ここでパラダイムシフトが起きているというのが、ここら辺、今のところ状況だと思います。で、そこを詳しく見ていくと、ある意味もう、今までの考え方っていうのは、ある意味通じないんじゃないかっていう考え方があります。今までは、その与えられた問題をいかに効率よく解くかとか、与えられたものをどういうふうに処理するかが重要視されていたんですけれども、そもそも正解がない。正解が見えない。って中で、そもそも正解を求める力そのものが必要なのかっていうことですね。それがもう意味がないんじゃないか。それは優秀ではない。むしろ、問題を見つけたりとか、意味を作り出すことそのものが重要視されていくんだろうというような考えです。そこでいきますと、これ、オールドタイプっていうのが、私自身も属すところではあるんですけれど、こういうような、正解を探すとか、従うとかね、計画をするっていうところで育ってきたんですけれど、ニュータイプというのはとりあえずやってみたりとか、
意味を作るとか遊ぶとか構想するとか創造的な方を、考えています。つまりそこで大事にしているのは、ビジョンを持って意味を創出することであったりとか、動機づけする力を持っているかどうかということになります。今までのことを考えていくと、やはりこの学校においても学び、我々は先ほどマナイさんの方もそうなんですけど、学習ということは使ってないんですよね。やっぱり学びっていうことを考えて、学習は与えられたもの、学びは自分が取り組むものとして考えたときに、ここのパラダイムシフトはしていく必要があるだろうというふうには思っています。これまでのその工業的な学習観っていうのは、そもそも表面的に覚えていくことが重視されていた。ただそれよりも意味を子どもたち自身や人間そのものが構成していく構成主義的なものに対して向かっていく必要があるだろうというところです。だからそうすると、これまでの学校教育っていうのを否定する気はないんですね。その先生方が我々も研究してきたこと、教科書の内容や指導要領に書かれたことをいかによく子どもが身につけられるようにさまざまな工夫がされてきて、その蓄積が素晴らしいものがあるのは分かっているんですけれども、それをちょっと極端な言い方をすれば、教えようとしている加工物であったりとか、言い方は悪いですけど、押し付けにある部分もあるわけですよね。これは美味しいものだよって与えているというのかな。それが美味しいかどうかは子供に任されているはずなんだけれども、これは美味しいってことを教えたいっていうようなニュアンスですかね。ですから、そうではなく、子供たちが学ぶことそのものをもう一度取り戻す、そして自分たちでデザイナーとして学びを作るってことが大切なんじゃないかっていうところに至りました。で、現在の学校を見ていくと、これもちょっとうがった見方もあると思うんですけれども、結局、今の学校を引いて見てみると、結局、大人の都合でやらせたいことをやっている場所でしかないと思います。それは、学校というのが、公教育って側面もあるんですけれども、こう育ってほしい像がある上で、そこにアジャストさせていく場所。結局、枠組みの中で子供をやっている、育てているという場所だと思います。それはある意味もうこのパノプティコンのようなもので、結局管理して統制しようとしているところ、権力が内在化されていくというのかな、それが生み出している場所でしかないっていうのが学校の枠組みだと思っています。で、大人もそれで育ってきたものだから、やっぱりそれが当然として受け入れてきて、疑うことがしにくいというのは、もうそれは当然のことだと思います。その中で、自分たちが望まない学習、与えられた授業、勉強つまんない、頑張りなさい、頑張ったねっていうのは、それは努力ではなく忍耐なんじゃないかと。努力というのは自分がやりたいから自然にやっていることであって、学校のものはやりたくない、でも頑張ってやらなきゃいけない、それは忍耐であると考えています。でもそれを美しいと考えているところも、我々が当然のように思っている価値観なんじゃないのかなっていうところを今疑うべきなのかなと考えています。下に書いてあるんですけれど、僕、先生に言われて遊ばなくちゃいけないと思ってるから頑張って遊ぶよ、僕頑張ってるでしょみたいな、そんな気持ち悪さをちょっと感じてしまうのが今の学校のあり方なのかなっていうふうに感じてます。ただ、それに反して意欲的にやっている子も実際にいると思います。私自身も感じます。でもその子はやらされているのかというと、そもそもその学習の中に自分の目標を持っていて楽しんでいる。むしろ学ぶことと遊んでいるに近いのかなというふうに思います。その子は忍耐を感じているかというと、おそらくそうではないでしょう。そもそも人間が主体的にもなった時っていうのは自然と努力をしています。例えば私が自分の研究をするときに時間を例えば寝ないでやったとして、それは努力したとは思わないですね。楽しいから。なんかそういうようなものがそもそもの努力の意味なんじゃないのかなって思っています。よく言いますが、遊びという場では友達と協調するとかルール設定、その他技能の獲得っていうのは非常にいろんな困難が伴うんですけれども、子供は無意識にそれをこなしてますよね。休み時間を見ていればわかると思います。で、実際にそういうことで授業実践を考えてみたものがこれです。我々の中で5年生なんですけれども、ただ街を作ろうということで、ただその牛乳パックを並べて、それで街に見立てて、じゃあ本物に近づけようっていうことに取り組んだだけなんですね。その中で子どもたちは配線をしていったり、じゃあ発電はどうするんだとか、どういうふうに配線すればいいんだ、どのくらいの発電量を作ればいいんだ、電気はどうしたらいいんだ、みたいなところをどんどん考えていって、いろんな発電方法を試したり、例えば太陽電池を並列にしてみたり、直列にしてみたり、あとこの真ん中にあるのは、火力発電をやってみようと思ってみたり、
あとはこれプロペラを直列つなぎにしたら大きな電力が得られるんじゃないかとか、さまざまやっていって、その失敗の中でいろんなことが学ばれていきました。で、このような学び方っていうのはそもそも羅生門的アプローチっていう考え方があるんですけれども、その街を作るっていう目標に浸って遊んでいく中で、必要な電気の概念であったりとか、電圧だったり、電力だったりってことが自然ともう学ばれていく、構成されていくっていうことを狙っています。だからこれはこういうものなんだよって教えられるでもなく、それに取り組んでいる間に身になっていくというイメージです。今までの学校っていうのはやっぱり教えるがために基礎を積んで、だから応用っていうふうになっていたんですけれども、全く逆で応用を深めるために基礎を得ていく流れになります。実際にその中で子どもたちは、ただの電力の直列、並列だけでなく、配線の並列、直列の意味が分かったりとか、あとはある程度電圧が必要になってくる、配線をしていった時に足りない、で電力量を測るためにどうしたらいいだろう、さまざまな実験を自ら工夫して行っていました。また、火力発電という知識が分かっていても、実際に自分たちではプロペラがうまく作れて起こせないことがあったりとか、理学的な視点を持っていました。結局、意味とともに知識があるから初めて文脈化されてものになっていくっていうのはこの考え方です。つまり、これは教科に依存してますけども、子供がある意味学びをデザインしている姿に近いと考えています。また、もう一個、ラボの中では自分のビジョンを実現させる場として、既存の枠組みに捉えないカリキュラムとして考えています。なぜそれを考えたかというと、結局学校での活動は結局あるかやるかしている。子供の問いや学びと言うけれども、子供の問い、本当にそれは全部許してるのとかいうね、いろんなものがあります。学校が目指していることとシステムはマッチしているのかと。ですから、理念とマッチしたシステムを作ればいい。それで考えたときに、ラボを作るだけではダメだ。結局全てを変えなければならないというところで、今、世田谷小学校がこの3つのグランドデザインに取り組んでいるという現状があります。とりあえず紹介のところはここまでとしたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。世田谷小学校はそうやって探究をやっていくんですけど、この内さんにも野村さんにも聞きたいんですけど、探究ってテーマを決めるのが非常に難しい、かもしれない。はいテーマが決まれば、方法がそれに伴って、導き出せる。でも自分何したいんだろう。もうやりたいことがある人は早く、済むけれども、一般的なことを考えたら、自分何したらいいんだろうっていう迷いもありますよね。これ、どうなんでしょうか。探究テーマを考え出すっていう、それも一つの力かもしれないけども、どう思われますかね。大沢さんどうですか。探究テーマっていうのを考えるに関しては、本校の中で議論になりまして、やっぱりあれって、例えば自学ノートとかを出させたときに、自分でどんどん進められていくことを何やればいいか分からないかやっぱり明確に分かれるよねと。ある意味、それがビジョンが描けるか描けないかっていう話になってくると思うんですけれども、ビジョンが描ける子っていうのは、おそらく自分っていう人間をもうちゃんと認知できてるんじゃないのかなと思います。例えば、松浦先生がロボットが好きのようなように自分の特性を知っていて、そこに向かっていけるには、自分を知ってる必要がある。でもそのためには知るための試行錯誤があって、いろんなことを試した経験がある。つまり遊んだ経験だったり、いろんなことを介して自分が見えてきた子が、やっとビジョンが持てるのではないかなと思っています。だからある意味、学校の中では、それは育たないとないのかなというのが今の考えですね。どうテーマを見つけるかとか、ハマる対象を見つけるみたいな形だと思うんですけど、まず大前提として、マナイで関わってる子たちって、基本的にはもう何かに調べたくて、知りたくてしょうがないっていう子たちがアクセスしてくれるので、前提としてそこの、苦労ってそんなに実はしていないところがあるんですね。すでにクリアされている。すでにクリアしてる子が来てるっていうのは、現実あるので、あるんですが、例えばでも、一つの研究が終わって、次の研究何するかときに、やっぱり見つからない時間っていうのは、もちろんあって、でそこでやっぱ苦労する子っていうのは、マナーにももちろん、いますと。でその時我々どうするかっていうと、もうそこは、ある意味
設置面積って我々は呼んでるんですけど、いろんなこう情報にできるだけ多く触れる、その面積が多ければ多いほど、ハマるものって見つかるんですね。で、ハマるのって、ハマり癖っていうものが絶対に必要で、なんか、ハマる癖がないと、いきなりいざ何かに没頭するときに、やっぱりなかなか没頭しきれないっていうのがあるんで、もう、そういう意味では、なんかある意味、ちっちゃい頃からっていうんですかね、何かにこう、興味を持ったら、それをこうやってみる。やってみて、これ、ダメだったり、違うと思ったら、もうすぐやめて、他のコードをやるっていうような、そういうこう行動パターンをつけていくことで、なんか、ハマり癖がついて、何か次何にハマろうかなっていう時間をこう有効に使えるっていうのは、感覚としてはありますけどね。なるほど。設置面積とハマり癖っていうのはなかなか、感覚的な言い方ですけど、でも本当になんか知識とのこう設置する面積が多ければ多いほど、そのハマる確率っていうのはやっぱり決まっているので、ここはあると思います。設置面積をこう広げてあげるっていうのは、その、まあ、指導者であったり、まさに家族であったりの、そうですね。環境なんでしょうかね。なんかそこなんかはね、個人的には遊びとの感覚っていうのがすごくある気がするんですけれど、遊びと余白というのかな。そもそも史料最終の頃に子供っていうのは、こう、親の足跡とかを真似ていく中で、その社会にね、入っていくための知識や、その様々な現実証、技術を得ていったわけで、そもそも遊ぶことで試していく中で、いろんなことを学んでいくっていうシステムがそもそもあった。まあ、学ぶそのものは生きることであって、なんか学校っていうような場所が整えられすぎていて、遊びの余暇がなくなって、逆に目標を失うことになっているのかなっていうのは一つ感じているところではあります。なんかブルペンのない野球場みたいな感じですよね。なるほど。温める場所ないじゃんみたいな。確かに、そうですね。確かに。温められずに急に。そうですね。そこは結構なんか本当環境だけ整えて、温まるのを見守るっていうのは、すごくその設置面積を広げるっていう意味でも大事なことかなと思いますけどね。なるほど。こう、具体的な学び方をする。どのような環境があればそれができるんだろうっていうふうに考えると、今の設置面積っていうのは、そのハマり癖っていう、そのある種の習慣化っていうのも重要かもしれないですね。なんか教育学的なことをなんか独自に言うんですけど、こう、ハマる、これ要はテーマを見つける、探究のテーマを見つけたり、何かにこう主体的に動くときって、基本的には、どれだけ情報に触れるかっていう設置面積と、本人のハマれる率の掛け算だと思うんですね。で、ハマれる率、設置面積っていうのは、周りの我々大人というんですかね、こういう我々が、環境として、いろんなものを、発火点をいっぱい作るっていう設置面積を大きくして、で、ハマり癖っていうことに関して、ハマり率に関しては、それこそハマり癖をつける環境をつけるしかないと思うんですよ。それを周りの環境としては、その設置面積を増やして、ハマり率を増やすっていう、二つのアプローチをすることで、探究に踏み出す主体的になる生徒が多くなるっていう感覚でやってます。なるほど。これは世田谷小にも参考になるかもしれない。でもでもハマり癖とかそういうのって、なんか本当にあると思ってて、世田谷小学校ってね、1、2年生が生活総合で、そもそも教科っていうのが、時間割が存在してない中で、子供の興味にのっとってやっていくんですけれど、その中ですごく強く感じたのが、子供がやりたいことをやっていいんだって思えた瞬間から爆発する。なんか、公立小学校を逆に勤めていたのでよくわかるんですけど、まず習うことって座ります。挨拶をします。話すときは手を挙げましょうっていう、こう、整えられていくとこから入るんですけれど、世田谷の総合、生活総合を見てるときに、むしろ自分のやりたいこととか意欲を爆発するところから入る。で、それを肯定された瞬間に、子供がコンピテンシーに近いと思うんですけれど、やりたいことを実現すればいいんだっていうマインドを持つことがあるんですよね。なんかそのことって、実は今、その法律でスポイルされている非常に重要なポイントなんじゃないのかなとは思っていて、なんか学習意欲論からも、一つなんかそのマスタリー目標っていう、その自分がより良くなることを目指すだけの他者のパフォーマンスを求めない目標をちょうど2年生くらいまで持ち続けるっていうのがあって、その時にそれを出すことを覚えた子は
3年生以上に他人の評価であったりとか、それぞれの評価を気にすることはできても、マスタリー目標を持てるんじゃないのかなっていう思いはあるんうですよね。ん。今の学校は1年生からパフォーマンスになっているというのかな。人のなるほどね。目線から。それが、たまり癖を消してる部分な気がします。まあ、そういうのやっていいんだよって言って、すごいそれ大事な要素ですよね。教育ってどうしてもこう教えるって感じが入るから、何かを提供するんだけど、もしかしたら教育の本質って、そのやっていいんだよっていうその許しの部分だっていうのも、多分忘れちゃいけないのかなっていうのを伺ってて思いました。許しの部分ですね。今のことに、重なる話ですけれども、今、世田谷小は小学校時代に、いろいろ体験しましょうと。で、マナイさんの場合には、中高の、時代に没頭させようという感じですけど、中高で没頭するっていうことは、その前の段階がおそらく小学校の時にあったんだろうなとは思いますが、この、子供に学びの自由を、保障するっていうのかな、促進するっていうのか、それはどうなんでしょうかね。小学校の時からやった方がいいのか、もうちょっと小学校の時にはある程度、基礎固めをして、それをもとにして中高で、もっとフリーになっていいと、っていう、あるべきなのか。なんかそこを、マナイに来てる子たちが、どんな小学校時代を過ごしてたかっていうのを、ちょっとこう調べたり、並べてみて考えてると、これは結構なんか耳の痛い話というか、あれなんですけど、身も蓋もない話なんですけど、やっぱね、帰国子女だったりがすごく多いんですよ。一定期間、小学校ある期間行って、不登校で行っていないとか、で、ここからなんか何を思ったかっていうと、やっぱり、ちょっと、既存のことと変わったことで、もう本当にこう、なんか枠の中にいない子たちの方が、実は高校生とかになった時に、何かにハマった時だったり時に、そこからもう一気にこう、基礎学力とかをリカバーしたり、すぐに追い抜くっていうことを、やっぱりね、そういう子たちを見ていると、なんか、やっぱりこう、小学校の時に、いかに我々がこう、当たり前と思っていることと違うことをするかっていうのは、これは大事な要素なんだろうなっていうのは思います。非常に同感ですね。ちょっと身も蓋もないところなんですけどね。でも、結局その感じてるところが、すごく今回のこのお話で重要な気がしてて、枠を与えて同じ枠にはめていく学校っていうのと、やっぱり自分の枠を見つけてきた子だと思うんですよね。僕の枠って何なんだろうって思う時間があったかどうかっていうのかな。帰国子女ってほとんどの子みんなアイデンティティクライシスになってるわけですよね。私って何者なのみたいな。何人私はみたいな。だからそこはなんかね、自分って何者だろうとか、なんかそういう自問するっていう時間は、確かに奪われてるのかなって伺ってて思いました。良かれと思ってやっぱりこう枠を作ってカリキュラムってやってるけど、もしかしたらそこは何かこう見直したり、もう一回各自が考える時なのかなっていうのは思いますよね。だからなんかこう、小学校の、よく言われる基礎が大事だっていうのが、勉強とか、ただの物事、物に対するね、考え方が強いんだけど、一番大事なのは生きることなんじゃないのかっていうのはすごく感じるんですよね。なんか物にこだわるあまりに空虚感ばっかり生んでるというのかな。で、なんかそれは大事だって言うんですけれど、そんな言うけど、みんなそんな小学校の授業聞いてたかという気はするんですよね。だからそれがなくなったところで、そんなに変わるのかなっていう。むしろ没頭する時間で、より高度なことを身につけてることの方が、むしろね、意味のある文脈ができる。そうですよね。そうなんですよ。学びの自由と同時に自己をデザインするっていうことがあると思うんですけど、科学研究というのは、非常に厳格なディシプリンがあると。やらなければいけないですねっていう、常にそれを意識しながらやっていかなきゃいけない。それは自己デザインというよりも、研究上のデザインであるわけですが、まあ、非常に
危ういというのか、なかなか難しいのは、うまくデザインできていくのかという、あの、えまあ多くの集団を考えたときに、普通はこのような半径を持ちましょうということによって、まあ平均値というか多くの、まあうまく固めると。で、多少こういろいろデコボコはあるけれども、次に安心して渡せるようにしますと。でも今の考えは、むしろこう自立できる子は、あるいは自立まではいかないかもしれないけれども、まあ、アイデンティティクライシスがあるにしても、まあ、起爆力を活かせる、人がいて、次へ連なっていくと。これは、まあ、やっぱりこう、全体監視社会では、なかなか難しいかなと。で、さっき、この、えーシンポジウムでもよく伴走者であると。よく観察できる先生。そういう方に、指導するよりも観察できる人というふうに、この先生の必要なコンピテンシーが変わっていくというのがありましたけれども、やっぱりそういうことを伴いながらでないと無理なんですかね。伴いながら。うん。例えば、先生のところの小学校が、このようなカリキュラムを作りましたと。で、そしたら、そのカリキュラムを同じようにやっていけばできるのか、それとも、この先生のあり方だとか、子供のあり方っていうのを、やっぱりこう見る目があって、子供の願いを生かせると。あるいは子供の悩みを分かると。で、その子の、テーマっていうものが、その子自身が見出していくんだけど、その様子をやっぱりこう、悟ることができるっていうんですかね。そういうこの、やっぱりこう見守る大人っていうのが、そういう役割がすごく、もう逆に強く求められるかなっていう気もするんですけども。なんか、まあ、多分我々のところってそういう意味では、カリキュラムってものはもちろんありません。カリキュラムがないんですよ。もうそれぞれ一人一人の研究を、まあ、応援するっていうことの集合体なんで、その中でもちろん生徒は学ぶし、まあ、学びは発生してるんですけど、このカリキュラムなくて、で、何を考えてるかって、そのカリキュラムっていうものの時代はもう終わったっていうのは、先ほど先生のプレゼンにもあったけど、結局カリキュラムって、品質な工業精神を作るのと一緒で、社会に貢献する、善良な市民を作るためのもので発明されたものじゃないですか。で、それが、中華なくなった時代っていうところで、あえてもカリキュラムっていうものの思考から離れたっていうのが我々の考え方なんですけど、ただこれってあくまでもやっぱり我々ってその20人だったり30人の相手で、しかももともとこう自発的にこう研究するマインドのある子たちをこうやってるんで、多分皆さんが抱えている問題とはやっぱり規模が違うと思うんですね。そこはありつつ、なんか我々としてできることとしてはその少ない規模だけど、カリキュラムっていうものの時代が終わったっていうのをもう明確に意識して、カリキュラムないところでやるっていうところで、もう地道にやってるところであります。そのカリキュラム論で絡んで考えると、その同じ道を歩む必要はないと思うところあるんですよね。だからさっきの街づくりで電気のことを覚える子がいてもいいと思うし、例えばなんか綿あめ作りたいって中で電気のことを覚えてる子がいてもいいと思うし、その全ての子が同じ体験を同じようにして同じことを身につけるっていう発想がそもそもナンセンスで、違うそのコンテンツに触れていく中で同じ要素が学ばれていけばそれで別に十分なんじゃないのかなって思うところはあります。先ほど言ったそのカリキュラムに対する教師の真似をすればいいかってところなんですけれども、結局実は、まあ今はその哲学に戻ってきてるのかなと思うんですけれど、感情とかパッションが欠けたシステムに多分価値はないのかなと。だからカリキュラムだけを真似して、それをコピーしようとしても、やっぱりその思想であったり、その自分がそれを実現したいんだっていう情動が教師側になければ、多分形骸化して、また同じ工業製品化していくのは、まあ必要なんじゃないかなって思うところはあります。なるほど。先生のパッションっていうのはやっぱり問われると。逆にパッションを出しやすくなるかもしれませんね。情熱的になれるかもしれない。そうですね。まあ、
そう、そのように、主体的にっていう、なんかそうやって育っていく人が、今後の、あの、キャリアパスっていうのは、どんな風に人生を歩んでいくんだろうかっていうのは、やっぱり、あの、関心があるんですね。私たちはやっぱり20歳ぐらいまで学校で勉強して、どっか入学して、その後、見合ったというんでしょうか。たまたま出会う、その会社であったり、機関に就職をして、で、それから40年間、大体なすべきことをしていくという、感じだったので、えもう、やっぱり中学の時から、シーケンサーをいじってしまえる、子供のね、行く末っていうのが、なかなかイメージしにくいんですよね。どんな風になっていくんだろう。なんか、これからの子供が、やっぱり主体的な教育を受けないと、よく、ダメだな、どうしてもやっぱり今やっとかないといけないなって思えるような何かっていうのはありますかね。と、あの、質問の答えになってるかわかんないと思うんですけど、わかんないですけど、結構学ぶ理由ってじゃあ何だっていうとこう考えると、結局一つは学び自体を楽しむっていう、その映画だったり遊びと一緒で学び自体を楽しむっていう要素と、あともう一個は、なんか自由に生き続けるために自分が好きなことをやり続けるために学ぶっていうのはやっぱあると思う。でそういう意味では、主体的に学びをやった子たちが学び癖をつけて、ハマり癖をつけて、どういう子になっていくかっていうと、やっぱり自分の好きなことを一生涯やり続けられるっていう子になるし、なってほしいと思ってるっていうところが、考えてるところです。そうですね。はい。先生、なんか考えることありますか？すごい今、ちょっといろいろ考えてしまったんですけど、でも、やっぱり、その、何か、こういう幸せっていう偶像の中を目指して生きようとするから見失うと思うんですよね。よりよく生きるとか、より豊かに生きるとかっていうのはどういうことかっていうことの、その、定義が、今の社会がずれてる部分はあるのかなと思っていて、結局だから社会に構成されている自分自身のマインドに気づいてない大人が歪めてる部分はあるんだろうと。自分が気持ちよく生きるときの価値基準は何なのかっていうところを、大人も子供も掴めていないから、みんな不幸なんじゃないかと思うんですよね。だからある意味、先ほどマナイさんにもあったように、好きなことが分かっているっていうのは非常に幸せだと思うんです。そこに没頭できることはそもそも生きることそのものだから、学ぶことそのものが生きることで、それが楽しくできるっていうこと自体を、やっぱりそのマインドをまず持った上で、やらなければならない学習に向かっていくことが、必要なのかなっていうのは考えますね。はい。ありがとうございます。人が自分はこう生きたいっていうことを追求できるっていうことの、基礎が、最初の教育の中に、求められるということかなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。今後ともぜひ追求していっていただきたいと思います。すごい楽しかったです。ありがとうございます。本シンポジウム、お時間になりました。セッション1では学習を共有する中から創意工夫がたくさん生まれて、先生は創造の種をまく人っていうのが面白かったですね。それからセッション2では、オンライン学習っていうのを通じて学習はもう校を超え、学校を超え、どんどん広がっていくと。で、教師に求められるのが、観察力、コーチ力。それで、そのオンラインの学習っていうものが、その一人一人の、この、成長させる力になるっていうことですね。テクノロジーで効率を高めると、さらにこの探求へ向かうこともできるのではないかと。セッション3では、これは、YouTuber という、私たちの時代にはなかった、全く新たなメディアで、これは動画を通じて、夢の実験もできると
自分はできないし、学校でもしないけれども、それが、こういうことできないかな、こんなことできないですかっていうことを、投げ合って、実現するっていうことですね。で、それもなんか教えられるとかってんじゃなくて、インスピレーションをそういうとこから引き出せると。本当にお兄ちゃんがやってくれてるのをすぐ目の前で目の当たりにできる。新たなインスピレーションの源泉になっているように思われます。セッション4では、この自由で主体的な、自主的な学びっていうのをいかに突き詰めるかという試みを語っていただきました。そしてこれが自分をデザインする力に、通じるのではないかと。自分を追求し、自分を改めて常にリデザインして、さらに私のやりたいのはどういうことなのか、私はどういうふうにしていきたいのかっていうのを、どんどん展開できていく、そういう人を、生み出すための教育でなければならないのではないかというお話を、いただいたように思います。こうやって主体的な学びっていうのを尊重していくと、やっぱり子供の願いであったり、子供自身を信じる、子供の未来を信じるっていうことが、教育の課せられたことではないかなと感じました。今日は長い時間、本当にありがとうございました。登録してくださった方には、後ほどアンケートを、送信いたしますので、ぜひ書いていただきたいなと思います。今日はありがとうございました。